2019年にギガスクールが始まってから体調不良を訴える子どもが増えています。海外では学校無線 LAN の利用を規制する動きもあり、裁判も起きました。これは2023年7月に開催した勉強会の記録です。無線 LAN で使われる電磁波のリスクを最新の研究ではどのように評価しているのか、そして各国の具体的な対策を紹介するほか、体調不良を起こした子どもの保護者や教師にも具体的な症状を話していただきました。まず、ギガスクールとデジタル教科書の問題点ですけれども、2019年4月にギガスクール構想が始まり、小中学校の全学年で1人1台パソコンを使えるようにするため、超高速大容量の通信ネットワークを整備することになりました。2024年度からデジタル教科書の本格導入が始まっていきます。各教室に、無線 LAN のアクセスポイントがこのように設置され、授業を受けながら電磁波に被曝するという環境になってきていますが、そういったことが問題になっているという面もあります。また、経済協力開発機構 OECD の調査では、パソコン導入率や利用が高いほど成績が低下する傾向が見られたと報告をされています。具体的な健康問題としては、学校無線 LAN 導入に伴い、各国で健康被害が発生しています。イスラエルでは電磁波過敏症の子どもを持つ保護者が学校無線 LAN に反対して集団訴訟を起こしています。電磁波過敏症というのは、頭痛、めまい、耳鳴り、集中困難、記憶力の低下、極度の疲労感、吐き気、嘔吐、下痢、尿意切迫、睡眠障害など様々な症状が起きるものです。北条幸子先生の研究では、成人の有病率は3.0から5.7% とされています。電磁波過敏症発症者の80%以上が化学物質過敏症も合併していると報告されています。過敏症の教師の中には、教室中でタブレットを使うとめまいや吐き気がするという訴えがあり、また頭痛やめまいを耳鳴り、そういった症状を訴える先生方も多くいらっしゃいます。今日は電磁波の危険性に関する研究や学校で子どもたちに起きている被害の現状などを発表いただき、子どもたちの健康を守るために安全な学校環境を作るにはどうしたらいいのかを考えていきたいと思います。でははじめに、ギガスクールデジタル教科書の問題点と指針の必要性について、私、環境ジャーナリスト、命環境ネットワーク代表の加藤靖子の方から発表させていただきます。デジタル教科書というのは、基本的に紙ので書かれたものと同一の内容をデジタル化するということになっています。文科省は2024年に小学校5年生から中学3年生に英語のデジタル教科書のクラウド版を全国一斉に配布し、翌25年度からは数学など他の教科書でも普及を目指すとしています。クラウド版はネットに接続しないと使えず、サイバー攻撃を受けた場合、情報漏洩が起きる可能性があると指摘されています。ただし最近ではオフライン機能を備えたものもあるようです。一方、このクラウド版は常時ネットに接続しないとページをめくることもできないという問題点がありますが、ネットに接続しなくても使えるダウンロード版の購入費用は自治体の負担となっており、もしダウンロード版、電磁波の被曝の少ないダウンロード版を購入するとなった場合、自治体の負担が大きくなるという問題があります。学習者用、子どもたちが使う学習者用デジタル教科書の整備率は、2020年度では 6.2%、2021年度では 35.9% と、この1年間で大きく増えていますが、2024年度からいよいよ本格的に導入されていくという形になるのです。そして、この学校無線 LAN のでは、無線周波数電磁波を使うわけですけれども、電磁波とは電波と磁場を交互に作りながら空間を進む波です。周波数が高くなるほど波長が短くなり、エネルギーも強くなります。周波数の単位はヘルツ。
波長の単位はメートルとなっています。無線 LAN で使われる周波数帯は 2.4GHz または 5GHz のマイクロ波を使います。そして近年最も増えているのはこのマイクロ波の利用です。電磁波というのはこの 1Hz から電離放射線、ガンマ線や X 線、紫外線など、こういった電離放射線と呼ばれる帯域と、そして非電離放射線と呼ばれる帯域に大きく分けられています。かつて非電離放射線は人にがんなどの身体影響、深刻な影響を起こすほどの強いエネルギーはないだろうと考えられていました。しかし最近の研究では有害な影響を多々起こすことが分かってきています。で、無線周波数電磁波は 30MHz から 300GHz 帯を示し、300GHz を示しています。で、このラジオ、テレビ、それからレーダー、携帯電話基地局、スマホ、Bluetooth、Wi-Fi など、これらが無線周波数電磁波で、マイクロ波と呼ばれているのは基地局、そして携帯電話の電磁波やスマホ、Bluetooth、Wi-Fi、この辺がマイクロ波になります。国際がん研究機関 IARC の発がん評価では、5段階に分けて発がん性を分類しています。これは WHO の下部機関で、あらゆる物質の発がん性を分類し、評価しているところです。グループ1は発がん性があるで、アスベスト、プルトニウム、X 線、ガンマ線など、グループ 2A はおそらく発がん性があるで DDT、スチレン、外実リズムを乱すシフト勤務などが含まれます。そしてグループ 2B、発がん性の可能性があるかもしれない。ここにはアスタワルデヒド、超低周波の磁波、無線周波数の電磁波が含まれています。その下にはグループ3、発がん性があると分類されない。グループ4、おそらく発がん性がないなどになっています。で、このグループ 2B に入ったからといってずっとこのままではなく、この先さらに有害だと示す証拠が揃ってくれば 2A や1に上がっていく可能性もあります。無線周波数電磁波の研究を長く行ってきたスウェーデンのレナート・ハーデル博士らは、グループ1もしくは 2A に最初からすべきであったというふうに批判をしています。そして各国の電磁波の被曝の指針値というのは国によって大きく異なります。これは縦軸は電力密度、マイクロワットパー平方センチメートルで示していますけれども、1平方センチメートルあたりにどのぐらいのエネルギーが通過していくのかというのを示しています。例えば、携帯電話基地局や Wi-Fi のアクセスポイント、そういったところから出ている電磁波の強さを見るときには、この電力密度を使います。日本やアメリカの場合、周波数 1.8GHz のマイクロ波について、1000マイクロワットパー平方センチメートルという電力密度までは許容しています。ここが日本とアメリカの上限です。一方、イクニルプ国際非電離放射線防護委員会という団体がありますけれども、ここが一応国際的なガイドラインを作っています。ここは900を上限としています。で一方、ギリシャはかつてイクニルプと同じ指針を採用していましたけれども、電磁波の有害性を示す証拠がたくさん出てきたので、一般の場所はイクニルプの 70%、病院、学校から300メートル以内は 60% としました。カナダはかつて日米と同じ指針を採用していましたが、2015年に最新の科学文献をもとに改定しています。インドはイクニルプの 10% 以下にしています。パリは 6.6。そして COE 欧州評議会は暫定的に 0.1。将来的に 0.01 にするよう勧告を出しています。そして、ロシアなど東欧諸国は、ここですね、ブリュッセルとパリの間、ここ10マイクロワットというの、10マイクロワットパー平方センチを上限とする指針を定めています。このように国によって大きく変わります。総務省やイクニルプは、熱効果というのをもとに指針を定めています。イクニルプは
次のように考えています。過度の局所的な加熱が痛みや熱損傷を起こす可能性を考慮して、41度以上の熱上昇を起こす被曝を有害としているんです。で、体温というのは部位によって随分変わります。上腕、前腕、手、大腿、足、そしてフットの方ですね。耳介、目の角膜、前方、交際、表皮、心皮、脂肪、筋肉、骨。これらは正常体温が33から36度なので、悪影響の敷地はプラス5度となります。上気以外の頭部、目、腹、背、胸部、骨盤。ここは正常体温が38度以下なので、2度、プラス2度というふうな敷地になります。しかし、このような温度上昇が起きない低レベルの被曝でも、DNA 損傷、酸化ストレス、神経系、内分泌系の異常、先天異常、流産などのいわゆる非熱効果と呼ばれる様々な影響が起きることが確認されていました。で、このような熱上昇が起こすっていうのは、私たちの生体組織が電磁波を吸収して、その結果熱上昇が起きるわけで、電磁波過敏症でなくてもあっても、すべての人の体に電磁波が吸収され、こういった熱上昇が起きる可能性があるということです。そして、オーストリア医師会は、次のような指針を定めています。正常範囲内を無線周波数の場合0.0001とし、マイクロワットパー平方センチメートル以下とし、正常よりはるかに高いは0.1マイクロワットパー平方センチメートルです。日本では1000マイクロワットパー平方センチメートルまでを認めていますので、1000万分の1厳しい範囲を正常範囲内というふうにしています。欧州評議会、ごめんなさい、欧州議会の中に、欧州科学技術選択評価委員会、ストアという組織があります。ここはヘルスインパクトオブ 5G という報告書を2021年に発表しました。携帯電話で使われるマイクロ波やミリ波の文献調査をし、影響を評価したものです。これは2021年7月に発表されていますが、マイクロ波は人に対しておそらく発がん性がある。男性の生殖能力、女性の受胎能力、肺、胎児、新生児の発育にも悪影響があるとしました。一方、ミリ波は十分な知見がなく、リスク評価すらできない状況でした。適切な研究が終わるまで 5G ミリ波導入を一時停止することと報告書には示されています。さらにストアは具体的な政策提案をしています。電磁波の少ない携帯電話を開発すること、現在の規制値を厳しくすること、学校、職場、住宅、公共施設に光回線を設置し、基地局からの電磁波被曝を最小限にすること、高齢者、子ども、電磁波過敏症発症者が集まる場所は、無線周波数電磁波の禁止区域にすることも提案しています。これはタバコ対策で禁煙区域を設けたように同様の対応をするということです。アメリカ・ハーバード大学のマーサ・ヘルベルト博士らは、電磁波被曝が自閉症スペクトラム障害に影響を与えている可能性を指摘しました。自閉症スペクトラムとは、コミュニケーションの異常や反復行動などを特徴とする発達障害群で、妊娠中の母親が電磁波に被曝すると、生理学的な機能不全が発生し、発達に関わる障害のリスクが増える可能性があるとしています。記憶や学習、注意、行動について神経学的な問題のある子どもには、優先の学習、生活、睡眠環境を提供することを推奨しました。さらに学校無線 LAN で電磁波過敏症になった教師が裁判を起こし、その訴えが認められたというものもあります。アメリカ・カリフォルニア州の教師が学校に設置された無線 LAN が原因で電磁波過敏症になり、学校を管理するロサンゼルス統一学区ラウスドを提訴しました。2015年に学校無線 LAN をアップデート後、慢性的な痛み、吐き気、かゆみ、皮膚の灼熱感、動悸、息切れ、疲労感などに悩まされるようになりました。そのため、教室に電磁波対策を行うことや、中立的な専門家にある電磁波測定をラウスに求めたんですが、拒否されたので裁判を起こしました。2021年、
カリフォルニア州控訴裁判所は、ラウスドの対応は障害者差別に当たると判断しました。アメリカ合衆国で Wi-Fi は病気になる可能性があるという主張を認めた最初の判決であることは明らかなようだと判決文には記されています。韓国でも日本に先駆けて無線 LAN を導入し、パソコンを使った授業をするというのが進んでいます。そして韓国大学のセムオ博士らは2009年、小学6年生40人を対象に健康調査を実施しました。子どもたちは視力の低下、目の疲れ、ドライアイ、目の充血や圧迫感、目のかすみ、首、肩、腰、手首の痛みを報告しています。眠気、倦怠感、疲労、めまい、不安、注意力の低下などの症状もありましたが、これらは電磁波過敏症の症状とも重なります。子どもたちへの聞き取り調査では、パソコンから出る熱で顔や腕の内側が乾燥して痒くなる。デジタル教科書を20分使っただけで疲労とだるさを感じる。1時間以上デジタル教科書を見ると目がかすむなどの訴えがありました。OECD は2012年に各国でパソコンを導入した国と、そして導入率の少ない国、それらの学校の成績のピサテストを行って成績の調査というのをしています。PC 導入率が高い国ほど成績が低下しています。数学の得点がピサ検定で最も高かったのはトルコです。PC の導入が少ないです。一方、ニュージーランド、オーストラリアなどはパソコンの導入率が高く、すでに1人1台を実現していましたが、そういった導入率の高いところほど成績が低下しました。当時、日本はまだ導入進んでませんので、この中間ぐらいにいますけれども、今後これが低下していくという恐れもあるのではないでしょうか。また、読解力のテストでは、やはりパソコンを使うほど成績が下がるというのが出ました。青が宿題でインターネットを使う。青の点線、学校で E メールを使う。黒の太線、学校でチャットをする。黒の点線が外国語学習やドリルなどをするというところです。で、パソコンを学校で使わない、めったに使わないが、最も成績がいいんですけれども、月に一度、週に一、二度、ほぼ毎日と使うほど右肩下がりに下がっていることがわかります。イスラエルでも訴訟が起きてますが、2012年、電磁波過敏症の保護者らが無線 LAN 導入を決めた政府を相手取って集団訴訟を起こしました。そのため政府は省庁間連携チームを発足させ、指針を作りました。その結果、小学校1から3年生は教室でインターネットを利用できるのは1日1時間、週3日以内。パソコンを使った時間は小学校1年生から3年生は全授業の 20% 以下、4年から6年生は 30% 以下というふうになっています。これはイスラエル教育省の報告書に書かれております。北海道札幌市は1人1台端末利用のガイドラインを策定していますけれども、ここでは電磁波過敏症の子どもたちへの配慮も求めています。電磁波について国や WHO は電磁波被曝と症状を結びつける科学的な根拠はないという見解だが、被曝で身体に様々な不調が現れると訴える人がいるのは事実であると認めた上で、児童生徒保護者から電磁波過敏症に関する相談があった場合、使用後の電子機器のスイッチを切る、コンセントを抜くなどの対応をするよう求めています。で、札幌の学校無線 LAN の使用は次のようになっています。まず、基幹スイッチという外部ネットワークとつながるスイッチがありますけれども、そこから各フロアにフロアスイッチというのに分岐しています。このフロアスイッチからまた各教室に分岐していくわけですけれども、その教室ごとに PoE 給電器というのをつけました。で、この PoE 給電器の後にアクセスポイントを設置しています。PoE 給電器は情報と電気をアクセスポイントに送るんですけれども、ここの PoE 給電器の電源を切ってしまうと電波も止まります。
で、これが各教室にあるので、ここの電源を切ることで簡単にオンオフできるようになっています。文部科学省は、障害のある子もない子も共に学ぶインクルーシブ教育の実現を目指しています。その目的は共生社会を作るためですけれども、インクルーシブ教育を目指すなら、電磁波過敏症という障害のある子も一緒に学べる教室にする必要があります。また、内閣府は障害者差別解消法を制定しました。障害のある人が社会的バリアの解消を求めた場合、合理的な配慮をしなくてはいけません。電磁波過敏症の方が電磁波の削減、Wi-Fi のオフを求めた場合、対応することが求められるわけです。また、安全配慮義務というのも労働法で定められています。使用者は、労働者が生命や身体の安全を確保して働けるよう配慮する義務があります。こういったところにも配慮をして慎重に進めていくべきではないかというふうに考えています。以上です。続きまして、文学博士で九州大学久留米大学の非常勤講師だった山口美穂さんから、電磁波の危険性について、国際医学会及び EU 議会議員の報告書入りということでご発表いただきます。山口さん、よろしくお願いします。山口美穂と申します。よろしくお願いします。私は5年前、自宅そばに携帯電波塔が立ってから、電磁敏感、電磁波過敏症になった。最初に耳鳴りがし始め、夜中に目が覚めるようになり、やがて頭痛を伴うようになって、それが次第に激しくなっていった。夫も具合が悪くなり、家にいられなくなって、夫婦で車中泊をしたりした。その後、家に電磁波遮蔽ボードやカーテンを施すなどし、さらに自宅の電気の使用量を示すスマートメーターをアナログに変え、ご近所の方々にもスマートメーターを非通信型に変えていただいて、なんとか家に住めるようになった。しかし、それもつかの間、近隣にさらに携帯電波とスマートメーター、個人宅用の太陽光発電が増え、再び頭痛に悩まされるようになった。引っ越し先を必死で探しているが、今やどこもスマートメーター、太陽光発電、携帯電波塔だらけで、なかなか安全なところが見つからない。用語の説明をします。電磁波、EMF には次のものが含まれる。無線周波電磁波、Radio Frequency Radiation とか RFR とか高周波電磁波とも呼ばれますが、ラジオ、テレビ、レーダー、スマートメーター、Wi-Fi、携帯電話、その他様々な放送通信に用いられます。超低周波 ELF、この身近な発生源としては、送電線、電気配線、電気機器などが挙げられます。その他にもあります。以下では主に RFR について説明するが、無線接続、有線接続を問わず、電気機器や電気配線等からは ELF が出ており、これも健康影響があるので注意が必要である。私は電磁波の健康影響に関していろいろ調べるうちに、ノーベル賞受賞者など、海外の著名な科学者、医師と直接連絡を取り合って情報を得、翻訳するようになった。それで知ったのだが、米国では2019年から電磁波、EMF、特に身の回りで増加し続ける無線周波電磁波、RFR の健康影響について医学学会で学ぶことにより、医師が免許更新に必要な障害教育の単位を取得できるようになっている。国際医学学会 The EMF Medical Conference 2021がこの2回目にあたり、私はこの約30時間の動画をまとめて翻訳したが、これが日本臨床環境医学会の学術誌の査読に通り、国際学会報告として出版された。このコンファレンス及び EU 議会議員の報告、その他の情報に基づき説明する。パート1、海外の医学情報などから説明。米国小児科学会は2017年に幼い子供のスクリーンタイム、すなわちスマホ、タブレット、コンピューターなどのスクリーン機器の使用時間が30分増すごとに教室性言語発達地帯のリスクが 49% 増加すると発表。3歳から5歳の子供について、
1日1時間以上デジタル画面のある機器を使った子どもは脳の白質の発達が遅れていることが判明。白質は言語、読み書き、認知能力の発達に大切な部分。スクリーンテック、画面技術は ADHD、依存症、不安、うつ病、攻撃性の増大、さらには精神病などの障害と関連していると判明。とりわけ衝撃的なのは、脳画像研究によって過度のスクリーン暴露が薬物中毒と同じように発達途上の若者の脳に神経学的なダメージを与えることが決定的事実となったことだ。このようにデジタル画面のある機器を使用することの問題点が明らかにされ、周知されつつある。だが問題はデジタル画面だけではない。ワイヤレス機器から出る RFR がすでに多大な健康影響をもたらしていることが明らかになり、世界中の科学者や医師が警告を発しているのだ。これについてはメディアに政治的圧力がかかり、ほとんど報道されていない。ワイヤレス接続のパソコン、スマホ、スマートウォッチ、Bluetooth イヤホン、親子電話、Wi-Fi アクセスポイント、携帯基地局、スマートメーターなど、すべて無線接続の機器は RFR と呼ばれる目に見えない電磁波を放出する。この低強度の RFR により、身体の組織が加熱されなくても健康影響が出るのだが、これは RFR の比熱効果と呼ばれる。比熱効果、すなわち身体の組織が加熱されなくても出る影響。以下、RFR の比熱効果について明らかになっていることの一部をご紹介する。子供は大人より RFR の影響を受けやすい。なぜなら、子供の脳は発達中で傷つきやすい。頭蓋骨が薄く、脳の水分量が多いため、RFR を大人の2から5倍吸収する。子供の電磁波暴露は、記憶に影響を与える海馬、皮質及び大脳基底核の脳細胞の損失を引き起こす可能性があり、ADHD、すなわち注意欠如多動性障害が増加することも指摘されている。また、妊婦が日常的に磁場にさらされると、流産のリスクが上がるという調査結果もある。これはちょっと磁場の方ですけれども。Wi-Fi による酸化ストレスによって、交感神経が高まったままになってしまう。すると不安になる。不安を感じない場合でも、無意識のレベルで不安な状態になる。また、Wi-Fi によってメラトニンなどの抗酸化物質の体内生成が抑制されてしまう。すると、修復対ダメージのバランスが崩れる。そして、がん、頭痛、めまい、耳鳴り、行動障害、動悸、電磁波過敏症などが出る。また、Wi-Fi は遺伝子に影響したり、卵子や精子に影響して神経行動学的障害を引き起こす。そして、行動障害、ADHD が増加している。学校の機器について、有線接続と無線接続のリスクを比較すると、有線にした場合、配線が面倒であるなど大人の都合に過ぎない。それに対し、無線にした場合、まず、記憶障害、行動障害、認知障害が起きるリスク。後に、学習障害、がん、不妊、認知症が起きるリスクがある。対策としては、有線接続で使用する。有線接続を外す場合は、機内モードで使う。EMF はミエリンにもダメージを与える。電位依存性カルシウムチャネルもダメージを受けてうまく働かなくなる。精子が Wi-Fi によってダメージを受けることは多くの実験で明らかになっている。例えば、人の精子をシャーレに入れてラップトップパソコンの下に置き、熱は加わらないようにして行った実験において、たった4時間で DNA がバラバラに切断された。記憶力遅滞、学習障害、認知障害、注意障害、行動異常など、子どもの神経発達障害の症状、これらは自閉症や ADHD においても同様に現れるものであるが、これらは EMF や RFR への暴露の結果として起こることが非常に数多くの科学的研究で報告されている。
エピジェネティックドライバーと DNA 損傷の両方が関与していると考えられる。健康リスクを回避し、学業達成を促進するために、優先デバイスを教育に採用することで、テクノロジーの利益を実現することができる。今、エピジェネティックドライバーと言いましたが、これは DNA の配列は変化させないが、遺伝子発現を変化させる要因です。RFR 被曝は、化学毒素による健康被害を悪化させる可能性があり、これらはすでに発達中の子どもに負担をかけている。RFR 被曝の身体負担を軽減する必要がある。学校の Wi-Fi は家庭の Wi-Fi よりさらに危険である。なぜなら Wi-Fi がより強い、アクセスポイントが多い、使用者が多い、常時オンになっている。そばに他の人のパソコンやタブレットがあるため。学校のそばの携帯基地局や学校の Wi-Fi にさらされた場合、教師や生徒はストレスがたまり、身体、心、感情や行動に影響が出てくる。グンナー・ホイザー博士の発表から、Kindling Effect、燃え上がり効果について、例えば動物実験で非常に弱い EMF を一瞬浴びせても何の影響も見られない。そしてそれを繰り返しても何の変化も見られない。ところが10回目あるいは20回目とかに突然発作を起こして倒れたりする。非常に小さい刺激が重なった後に発作が起こるのである。EM、つまり電磁に敏感な、そして EM に暴露した人は様々な症状を示す。頭痛、膣扁桃式、混乱、うつを含む人格の変化、記憶障害や認知障害、実行機能やマルチタスクの障害、反応時間が遅い、ADD、すなわち注意欠陥障害、末梢神経障害、これは知覚神経、運動神経、自律神経。さらなる症状として、聴覚障害や耳鳴りを含む耳の問題、粘膜や皮膚の炎症、息切れ、GI 値の問題、性欲の低下、慢性疲労、慢性疼痛、老化の促進、その他様々なものがある。これまで数百の EM に敏感な患者を見てきたが、その多くがこれら複数の症状を抱えている。これらは心理的な問題ではなく、実際の問題であることを認識することが重要である。ラッセル博士の発表の中で、カリフォルニア州の消防士の事例が説明された。それによると、消防署に携帯電波塔が設置されてから1週間以内に消防士たちが電磁敏感の症状を報告した。消防士たちは頭痛、激しい疲労、不眠、説明できない怒り、不安、深刻な記憶の喪失を訴え、慣れ親しんだ街で道に迷ったり、心肺蘇生法を忘れたりして大きな問題になった。カリフォルニア州の消防署は現在、カリフォルニア州法により、携帯電話基地局設置から免れている。これに関してホイザー博士が以下を説明した。私、ホイザー博士は、消防署の入り口に携帯電波塔が設置されてから病気になった消防士たちを診察した。彼らは皆、もともと全く健康で、検査でも健康状態良好との結果が出ていた人たちであったが、今や携帯電波塔による EMF 暴露後に頭痛や認知障害を持つようになり、運転中も道がわからなくなってしまうようになった。このうち6人の消防士についてスペクトスキャンを行ったが、その全員の脳に同様の異常が見られた。図はこのうち2人の画像である。青い部分が機能に障害があり、赤い部分は機能が過剰になっている。消防士とは別の電磁敏感患者10人の脳にも異常が見られた。fMRI によりコネクトーム、すなわち神経細胞がつながってできた神経回路を見ることができるが、ハイパーコネクティブ、つながりが過剰になっている。さらに EM に敏感な人たちの脳の体積変化を調べると、体積が減っていることが分かった。EMF 暴露により BBB、すなわち血液脳関門がダメージを受けて透過性が増加し、アルブミンや病原体などが脳内に入ってしまう。このように神経毒性を持つ化学物質への暴露と、この EMF 暴露が
どちらも BBB にダメージを与えるというのは、しっかりと確立された事実である。EMF 暴露と化学物質暴露は、全く同じように作用して問題を起こしうるのである。この堀澤先生の発表に関連して、複数の発表者が樽にいろいろなものが溜まってついに溢れ出すことに例えて説明した。化学物質、EMF、病気など様々な影響が積み重なっていくうちに、突然大きな症状が現れたりするということである。いつ、誰が発症してもおかしくないのである。パート2、電磁波の国際指針値が実は危険であることについて。電磁波の国際指針値を定めているのは、イクニルプ、国際非電離放射線防護委員会です。イクニルプの誤った仮定というのは、比熱交換による健康影響はないというものです。これは間違いです。RFR の比熱効果を明らかにする研究報告が増え続ける中、いまだにその健康影響を認めない人たちが国内外の政府、その他の組織に存在する。彼らはその論拠として、常套句のように、比熱効果の健康影響を認めない論文もあるので、バランスよく見れば影響なしと言えるとか、イクニルプが安全と言っているから安全だと主張するが、これが非論理的、非科学的であることを論証する。1、RFR の比熱効果について影響ありとする研究結果と影響なしとする結果の両方があるので影響はないというのはそもそも非論理的である。そうですよね。ありとなしの両方があるからないですというのはおかしいです。それから2つ目、研究論文において RFR の比熱効果が影響ありと示すものとなしと示すものの割合について、遺伝子に関する影響についての研究423のうち 69% が RFR の影響あり、神経学的研究391のうち 74% が影響あり、細胞の酸化プロセスに関する研究288のうち 91% が影響あり、コメットアステンによる研究125のうち 62% が影響あり。同様の統計結果が世界中で数多く発表されている。このように RFR の影響を示す研究の方が圧倒的に多いのに、バランスよく見れば影響なしと言えるというのは詭弁である。3つ目。また、産業界から資金提供を受けた研究の方が、そうでない研究に比べて RFR の影響なしとする割合が高いことも、多くの統計によって明らかにされているが、これも考慮されるべきである。4、通信業界とそれを規制する立場の組織が癒着していることは、多くの専門家が指摘する。EU 議会議員の報告書でも、イクニルプ、WHO、IEEE、すなわち米国電気電子学会、その他と通信業界や軍需産業との癒着が明らかにされている。EU 議会議員の報告書によると、イクニルプは民間の小さいグループで、そのメンバーを選ぶのもイクニルプ自身というプライベートクラブに過ぎない。イクニルプは WHO に認められた組織であると自称するが、実は同一人物、マイケル・レパッチョリ博士がイクニルプと WHO の EMF プロジェクト、電磁波プロジェクトの両方のリーダーシップを取っており、WHO がイクニルプを正式に認めているというのは、レパッチョリ博士が自分で自分の組織を認めているということに過ぎない。レパッチョリ博士はイクニルプの創設委員長になり、その後、WHO の国際 EMF プロジェクトのディレクターになった。レパッチョリ博士は WHO の EMF プロジェクトの大部分に電気通信業界のロビー団体が資金を提供するよう手配した。レパッチョリ博士は通信業界側と異なる見解を持つ科学者を EMF の評価プロセスから排除して、その結果、通信業界側に都合の良い報告書や評価書が作成された。IEEE やその組織である ICES、すなわち電磁波安全性国際委員会のメンバーに、軍や通信産業の関係者が含まれていることは公にされているが、イクニルプのメンバーの中には、この ICES のメンバーや元メンバーがいる。
レパートリー博士も ICES 文献システマティックレビュー作業部会のメンバーだった。5、イクニルプは RFR への暴露制限について6分または30分間隔で平均化して考えているが、このような時間平均値では健康影響を及ぼす以下の現象に対応できない。比熱効果、長期間の暴露による影響、影響の出方が非線形であること、また電磁波の影響にウィンドウがある場合がある。例、脳へのアルブミン漏れなど。GSM 変調によって被曝量は同等の時間平均 SAR の連続波と比べ非常に高くなってしまう。パルス波が分子や細胞レベルの生物学的活動に影響する。高周波半相波の低周波変調が生体細胞における活性酸素の生成の増加や DNA 損傷をもたらす。携帯電話も含め、現代のすべてのシステムでデータパケットがパルス化されると、超低周波成分が導入される。これが変調されていない、すなわちデータがない RFR よりも大きな生物学的影響を及ぼす。結論。RFR の比熱効果を認める研究結果の方が圧倒的に多い。イクニルプや WHO、その他の組織は通信業界と癒着しており、科学的エビデンスを無視し、少数派の研究結果だけを取り上げて、RFR の比熱効果などを否定している。時間平均した電力密度に基づくイクニルプの RFR への暴露制限では安全を守れない。故に、比熱効果の健康影響を認めない論文もあるので、バランスよく見れば影響なしと言えるとか、イクニルプが安全と言っているから安全であるという言い訳は、非論理的、非科学的である。学校における電磁波低減の対策。生徒の能力を最大限に引き出す学校づくりのための共同体 CHPS による電磁波低減の評価基準。校内全域でインターネットにアクセスできる有線 LAN を設置する。デスクトップパソコン、ノートパソコン、タブレット端末が有線 LAN に接続できるようにする。端末は膝の上ではなく机の上で操作する。すべての Wi-Fi 対応機器の Wi-Fi をオフにすること。教師や生徒が使用する有線電話を設置する。ちょっと飛ばしますが、親子電話も RFR を出すので危険。親子電話ではない固定電話を用意。学校での携帯電話やその他の個人用電子機器の使用を禁止する。新築の場合は磁場レベルが1ミリガウス、既存の場合は2ミリガウスに準拠するようにする。これはちょっと磁場の方ですけれども。医師が学校に進める4つの重要なステップ。ちょっと重複するのを飛ばして、ここからいきます。学校の敷地内、またはその近くに、携帯電波塔や携帯アンテナを建設することを禁止する。携帯電話やワイヤレス技術について、生徒や職員に教えるための教育健康カリキュラムを開発する。世界中の医師、科学者の訴え。RFR の比熱効果が健康に影響を与えるというエビデンスはもう十二分にあり、これ以上必要ない。あとはポリティクス、政治の問題である。デジタル化イコール無線化と勘違いしている人が多いがそうではない。むしろより安全に、そして効率的にデジタル化を進めるためにこそ、無線接続を極力減らして有線接続で使用せよ。携帯基地局を住宅地、学校、病院のそばに建ててはならない。スマートメーターも廃止せよ。5G も止めよ。5G は危険なだけではなく、エネルギー消費が莫大で、地球温暖化に拍車をかける。すでに健康影響が拡大した中、直ちに RFR 低減のための対策を取らねばならない。以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。続きまして、子どもの学習環境を守る会の中西弘子さん、学校で子どもたちに起きている被害の現状についてお願いします。
私の子供は現在小学生で楽しんで学校に通っており、積極的に学ぼうという姿勢も示しています。ただ、Wi-Fi 環境下では頭痛や胸痛など症状があり、小学生1年生の頃から Wi-Fi のアクセスポイントや先生のパソコンに防護布をかけていただき、教室ではできるだけ Wi-Fi を使わずに授業をしていただいています。Wi-Fi では頭痛などの症状が出ますが、有線でしたらそのような症状は出ませんので、自宅でのデジタルドリルは有線で取り組んでおります。来年度から導入されるデジタル教科書は、常時強い Wi-Fi にさらされるクラウド版だと伺い、体調が悪化し、学校に通えなくなってしまうことを危惧しています。Wi-Fi による頭痛や胸痛、めまい、記憶力低下、思考力低下など様々な症状を訴える子どもたちは全国にいます。すでにギガスクールが始まった4年前から Wi-Fi の影響で学校に行けてない子どもさんもいます。複数の養護の先生からもタブレットの使用中、使用後に片頭痛や原因不明の体調不良のため保健室に来る子どもたちが以前より増えていること、体調不良のため病院へ通う子どもたちが増えていることをお伺いしています。また、保護者の方にこういった知識がない場合、ご自身の子どもさんの体調不良の原因に気づいてあげられない場合もたくさんあるかと思われます。知っていれば守ってあげられたのにというお母様の声も聞いています。Wi-Fi で体調を崩すなら自宅学習しかないとおっしゃるかもしれません。しかしそれではギガスクールによって学校から追い出されることを意味します。ギガスクールでは誰一人取り残さない。インクルーシブ教育では障害のある子もない子も共に学ぶと謳われています。コロナ禍で自宅学習を経験し、人との触れ合いが心の健康に及ぼす影響ははっきりと分かったと思います。学ぶことに積極的な子どもたちが学校に行けなくなり、学ぶことのないまま大人になった行く末をご自身のお子様だったらと想像してみていただきたいと思います。共に学びの場を失う子どもたちが出てこないよう、ダウンロード版のデジタル教科書に変更していただきたいと思っております。ギガスクールになってから学校に通えないお子様とお母様の手紙を預かっていますので、読み上げさせていただきます。お子様の方から、僕は中学生です。僕が小学校高学年の時にギガスクールが始まりました。僕は Wi-Fi とタブレットで体調が悪くなるので自宅学習をしています。自分の体が風船だとすると、普段はちょうどいい大きさですが、電磁波が強いところにいるとだんだん風船が膨らんで破裂しそうな感じがします。最初は体に圧迫感があって頭がもやもやしてきたりクラクラしてきます。頭の側頭部が痛くなってお腹が気持ち悪くなったり、物が考えられなくなったり、自分が何をしたらいいのかわからなくなります。体がふらついたり胸が痛くなる時もあります。電磁波のないところに行って休むとだんだん良くなってきます。デジタル教科書がダウンロード版であれば、学校に通える子がいるならダウンロード版にしてほしいです。僕は紙の教科書を使いたいです。紙の教科書もずっと使えるようにしてください。というお話をいただきました。そしてそのお母様からのお手紙も読み上げらせていただきます。私は6年前に電磁波過敏症になり、それから2年ぐらいした頃、当時小学生だった子供が先生のタブレットで頭がもわもわしたり、痛くなる、周囲のスマホでお腹が気持ち悪くなるというようになりました。それで私はこの子も電磁波に弱いのだと気がつきました。その約2年後、ギガスクールが始まりました。そこからはずっと自宅学習をしています。子どもは特に Wi-Fi やタブレット、スマホなど高周波への反応が強く、クラクラ感や吐き気、思考力低下、頭痛など様々な症状が出るためです。学校の Wi-Fi、タブレットが数百台ある環境では過ごすことができません。今は先生が毎週家庭訪問で勉強を見てくださっていて、先生が自宅のパソコンに送ってくださる問題を印刷して勉強しています。電磁波過敏症のある子にとって紙媒体で勉強できることはとても助かりますし、必要なことです。
先生方はできる範囲でよくしてくださっていますが、不登校の子が行く適応指導教室も Wi-Fi とタブレットはあり、体調を崩すことなく勉強ができるのは自宅ということになります。選択肢がなく、同世代との交流がないことは切ない限りです。同様に、デジタル教科書がクラウド版になると、親や先生や子どもが学校に行けるように、なんとか電磁波量を減らしたいと思っても対応できないという状況につながりかねません。デジタル教科書がクラウド版になり、Wi-Fi 接続が増えれば、今まで大丈夫であった子ども、教職員の中にも体調を崩す人が出てくる可能性が高くなることが想定されます。私たち親の願いは、子どもが元気で楽しく安全に学校生活を送ることです。そのためにも、教科書はクラウド版ではなく、ダウンロ版にしていただくことを強く希望いたします。リガスクールのリーフレットには、多様な子どもたちを誰一人取り残すことなく、子どもたち一人一人に公正に個別最適化され、資質、能力を一層確実に育成できる教育、ICT 環境の実現へと書かれています。ダウンロード版の教科書にすることは、取り残される子を減らすことにもつながっていくと思います。ギガスクールを進めていく上では、メリットや利便性だけでなく、デメリットや頭の骨がまだ薄く、体が成長過程である子どもたちへの影響、視力を含めた健康への影響もしっかり想定して進めていっていただきたいです。また、私の子どもは最初体調の悪さを単に頭痛と言っていました。よくよく話を聞いて詳しい症状が分かった次第です。子どもは自分の体調の悪さを言葉でうまく表現することができません。年齢が低ければなおさらです。私は自分が電磁波過敏症であったため、子どもの言っていることがすぐ分かりましたが、電磁波による症状は不定収素でもあるため、一見分かりにくいです。周囲の大人が電磁波の影響で体調が悪くなることがあるということをご存じなければ、子どもは気づかずに過ごしていくしかありません。もしかしたら全国のお子さんの中には気がついていないけれど、電磁波起因で体調に影響が出ている子もいるかもしれません。電磁波の影響で体調が悪くなることがあることをより多くの方に知っていただき、お子さんのことを、学校環境のことを気にかけて言っていただけるとありがたいです。保護者よりということでお預かりしていました。以上です。はじめまして、石黒貴子です。私には2人の娘がいます。小学生です。昨年夏から私たち家族は電磁波によるひどい症状に苛まれました。これから私と家族、娘たちに起こった出来事をお話しいたします。クリエイターである私は2020年から制作場所を自宅からアトリエへと環境を移しました。それからほどなくして徐々に私や常に一緒だった子どもたちへの影響が出てきました。アトリエで作業をするようになってから半年経った秋頃から下の子が学校に行きたくないというようになってきました。さらに鼻血や嘔吐が増えた時には癇癪を起こすようになり、環境などの変化によるものかなと区にも相談していろいろな支援制度を使用しながら子どもと向き合いました。上の子は肌に少し赤みやかゆみが出るようになり、時々皮膚科に行くようになりました。この時私は子どもたちの中で少しずつその影響が取り返しのつかないことになるとは想像もしていませんでした。原因のわからない苛立ちと癇癪は下の子だけでなく、普段温厚でおおらかな上の子までもが時々苛立つようになり、学校でも普段は気にならないことを過剰に気にするようになりました。2022年上旬には私も学校に行きたくないと思う時があるというようになり、この時前々から好きで通っていたバレエは上の子も下の子も行けなくなっていました。そして2022年夏、私が MacBook Pro を触った時に腕中にひどいじんましんができ、当初使っていた iPhone13 でも使用時手の甲にじんましんが出るようになり、同時にうつ状態のようになり、決まっていた予定をこなすのでやっとという日々が続き、ほとんど家で寝込むような日が続き、ひどい症状を発症してどんどん体が変化していった同時期に、子どもたちの活発さや好奇心も徐々に失われていき、2人の玉のような肌はその白さを失っていき、上の子はアトピーのようになって皮膚は痩せ、子ども特有の肌の張りや輝きはなくなっていきました。
それ以降、これまでできていたことが徐々にできなくなっていき、理解できていたことが不明瞭になっていきました。当時のアトリエではどのような環境であったのか、後から分かったことですが、計測器でいろいろと測ってみると、壁から常に100から200パーメーター前後の電場が生じており、寝室ではハス向かいの建物の携帯基地局からの高周波が、高い時では1から 1.5マイクロワットセンチ平方メートルもの数値が常に出ていました。Wi-Fi からは30センチぐらいのところで10から30マイクロワットセンチメートル、距離を置いたとしても、部屋のソファーなど一番くつろぐようなスペースで常に0.2 から 0.5 マイクロワットセンチメートルありました。当初、子どもたちが一番長い時間を過ごしていたのは Wi-Fi のあるリビングです。結局一番の原因が高周波電磁波による影響だったと気づいたのは、電磁波の性質を学び、測定器を持つようになってからでした。Wi-Fi をやめて、有線 LAN を使うようになり、スマホは外出時は基本的に機内モードにして、高周波を徹底的に避け、低周波については方々アースを取るようにして、やっと少しずつ動けるようになってきたのですが、体がしんどい時に多くのことを学び、自力で身を守らなければならないという状況はとても恐ろしいことだと思いました。Wi-Fi を通して重いデータを扱うと部屋中もっと高い数値になります。高周波は重いデータを扱うときに高くなる性質があります。私は日頃から画像など重いデータを扱うことが多く、保存のためにクラウドにアップロードすることも多く、そのような作業をしている間、子どもたちも影響を受けていたのです。今では電磁波の影響から徹底的に遠ざけることで、感触や落ち着きのなさは少なくなっていったものの、元の子どもたちに戻ることはなく、後遺症のような症状に悩まされています。病院でその状況をそのまま伝えても、精神科や心療内科などを紹介され、結局適切な診断をしてもらえないことが多いという体験談をいろいろ目にしたことから、私たちが病院で見てもらうときには、ドロップボックスに研究資料や論文などをまとめて QR コードを作り、資料を先生方に見ていただいた上で対応をしていただきました。資料をご覧になった先生は手探りながらも今思うと適切な診察をしてくださったと思うのですが、これまで全く素人だった私のような一母親がそこまでしないとまともな診察をしてもらえない現状があることに愕然としました。電磁波によるダメージは発がん性や白血病などが取り上げられることが多いですが、過剰な酸化ストレスによる体の変化も同時に深刻で、子どもの時からそうした酸化ストレスを大量に受ける環境に置かれるとなると、この先体が衰えていくのがどんどん早まるのではないかと感じています。この問題について学校では何の予防策もリスク回避のための教育もないということにはとても困ってしまいます。これに対して私は先日、学校と区と教育委員会とが連携を取り、独自の予防原則に沿った在り方を模索してほしいとお願いしました。すぐ身近なところに大きなリスクが隣り合わせであること、それらに対して子どもの指針も一切なく、全く管理されずにいることは、尊い子どもたちの未来をも奪いかねません。どうかお願いです。この問題は人事ではなく、誰にでも起こりうることだということを胸に、どうか少しでも状況が良くなるように、この問題に耳を傾けていただけると嬉しいです。以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。次に、アナログメーターの存続を望む会の東舞子さんに、教室での測定結果などをお話ししていただきます。東さん、お願いします。アナログメーターの存続を望む会の東と申します。よろしくお願いします。私は化学物質過敏症と電磁波過敏症がありまして、特に電磁波の中では、Wi-Fi スマートメーターなどの高周波電磁波で頭痛とかめまいとかの症状があります。私の子供も私の体質を引き継いでいるようで、やはり化学物質に過敏だったり、電磁波で頭が痛くなるということがありました。で、入学する前に小学校の校長先生の許可をいただきまして、教室の学校の電磁波を測定させてもらいました。で、測定結果がグラフに出ているんですけれども、2017年段階はまだギガスクールが始まっていないので、タブレットのパソコンを持っているのは先生だけでした。授業中でしたので、1番が、廊下側から測定。こちらの時は、先生はまだタブレット PC は使ってない時。
0.0038マイクロパーワット平方センチメートルです。で、先生がタブレット PC を使用したときは、急激に、数値が上がりまして、0.01988マイクロワットパー平方センチメートルです。で、授業が終わった後、生徒も先生もいない状態で、アクセスポイントから一番遠いところの後ろの席で測った場合、こちらが 0.001 マイクロワットパー平方センチメートル。今度はアクセスポイントの一番近くで測ったときは、もう測定器が振り切れてしまって測定不能となってしまいました。で、右側のグラフがまとめたものです。で、先ほど加藤靖子さんが解説されたように、オーストリアの医師会が作った、正常範囲は 0.001 マイクロワットパー平方センチ以下としています。これは日本が使っている高周波の規制の、1000万分の1の、強さです。だから日本はそれぐらい強い電磁波でも大丈夫というふうにされていますが、私はもう校長室に入っている段階でも頭がぼーっとしたり、もやもやしたり、測定中も同じような症状に悩まされました。で、子供が入学した後は、まだタブレットを使う機会が少なかったので、Wi-Fi、アクセスポイントのコンセントから切ってもらったんですけれども、子供が3年生になってから医学スクールが始まりまして、タブレットを使う機会が増えました。で、やっぱり、アクセスポイントの電源を入れて、生徒全員が、タブレット PC を使うと、やはりちょっと体が、頭がチクチクしたり、もやもやしたりするので、極力先生にはタブレットを使わないようにと個人で、交渉して対応していただいている状態です。で、もし今後、デジタル教科書ができてしまった場合は、常時接続が増えてしまうので、学校に通えなくなるのではないかという心配があります。どうか有線 LAN もしくはダウンロード版のデジタル教科書にしていただきたいと思っております。以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。武田直さん、お願いします。はい、武田直です。私は重度の電磁波過敏症です。今も避難している山の中からパソコンを有線接続でつなぎ、アースを取って電磁波を遮るシールドクロスをまとい、目の焼けるような痛みにサングラスをかけ、命がけで今話しています。今回、今までいろいろお話しいただいた過敏症の方たちは、ほとんどの人が外からの電磁波を遮った部屋で、有線接続、子どものために必死にパソコンの前にいることをどうぞご理解ください。先ほどもあったように私は子どもたちが大好きで、もともとは教員でした。過敏症とは関係のない持病で退職したのですが、家にいると脳が落ち着かず、思考がまとまらず、散乱し、記憶力が劣っていきました。イライラ、心がわさわさする不安感、眠れない、その眠りが浅いことも多くなりました。この写真の一番右下なんですけれども、その頃撮った心電図です。熟睡すると白い線がすべて真っ平らになるらしいのですが、さざ波のようになっています。お医者さんに、熟睡できていないのね、だから心臓も休めていないものと言われていました。また、10年近く原因不明の紫のあざも体に出ていました。体も激しい疲れでほとんど寝込んでいました。10年近く続いた体の異変はいくつの病院に行っても分からず、そのうち携帯やパソコンの光が目に眩しくて刺すように痛くなり、携帯を送受信するときにツーンと頭を締め付けるような頭痛がするようになりました。それでも我慢してたら、太陽の光も目に痛くて眩しくて、サングラスをかけないと目を開けられなくなり、カーテンを閉めた真っ暗な部屋で3ヶ月間、何が起きたんだろうか分からなくて、ガクガク震えて寝込んでいました。原因が分からないので、携帯も枕元に置いていました。無知でした。そのうち、携帯を触ると、手に電流が走るようにしびれ出し、体には湿疹が出てきました。そして5年前、一度外に出て部屋に入ると、頭痛や肌のビリビリ、吐き気、めまいが強くなることに気がつき、呼吸が辛くて咳き込み、急いで、この部屋の携帯基地局が近いことが原因だ、と夜逃げのように家を飛び出しています。その時、町の他の人の携帯電話からビリビリ、自動販売機やキオスクの冷蔵庫からビリビリ、駅のアナウンスからビリビリ、
光の何万本分の矢が飛んできて、痛くて、電磁波が原因だとそう分かったときは、もう手遅れでした。必死に電磁波のないところに逃げました。でもその時また、もっと恐ろしいことが起こりました。化学物質にも反応するようになったのです。電磁波過敏症は化学物質過敏症も合併させます。一気に今まで合成洗剤で洗っていた服は近寄れなくなり、新しい服も化学物質の薬品で頭をかきむしるように辛くて近寄れません。ペンのインクも本のインクもタンスや家具、壁紙の接着剤も苦しい。柔軟剤の香りがするところもいられない。排気ガスがあるところもいられない。目や鼻の粘膜に唐辛子を突っ込んだみたいに痛くて、息も苦しくて、どこもいられるところがないのです。服や布団カバー、シーツも糸から本物のオーガニックしか近寄れず、食べ物もしびれや粘膜や肌のかゆみで、無農薬や無添加しか食べられず、持病の薬も飲めなくなりました。何より、いられる家、存在できる空間が全くなくなりました。住める家を必死に何十軒探しても、防虫剤、芳香剤、柔軟剤を使ってた家は入れません。携帯基地局が近かったり、Wi-Fi が飛んでくるところも入れません。電車や車もどんどん乗れなくなっていきます。シールドクロスを体にまとい、人のいない朝の始発電車に乗って、必死に数百キロ離れた山の中に逃げました。山の中のほとんど人がいない建物、Wi-Fi や柔軟剤が飛んでこない部屋に逃げ、電気のブレーカーを落とし、電気なしの真っ暗闇、冷暖房なし、電話も携帯も全く近寄れず、無農薬の生活で、電気をつけられるまで2年間、必死に命をつなぎました。近くに携帯を使う人が来ると、心臓がビリ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 痛くて苦しくて、山の竹やぶに逃げてガク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 ずっと震えていました。少しでも電磁波を浴びると、脳の落ち着きのなさ、イライラ、頭をかきむしりたいほどの思考の散乱、小さな音が脳に突き刺さり、感情のコントロールが自分の意思ではどうしても止められなかったです。数年間、山の中で必死に体を治し、少しずつ子供のたちのそばに戻れるようになりました。でも、Wi-Fi のある教室は今でも中に入れません。Wi-Fi の電源を切るか、シールドクロスで電磁波を遮るように Wi-Fi を包まないと入れません。Wi-Fi の中では思考が固まり、頭が真っ白になって、どんなに頑張っても今日が何日だとか曜日も出てこないのですが、Wi-Fi の電源を切ってあれば、私はある程度難しい本も理解でき、思考もきちんと整理できます。今、この瞬間も Wi-Fi の下で子どもたちの脳や体が壊されていると思うと、どうしていいか分かりません。私は子どもたちが大好きで幸せになってほしくて教員になりました。だから勇気を出してやっとの思いで話しています。子どもたちや教員の脳や体や人生が取り返しのつかない大変なことにならないようにお願いです。今、本気で動いて考えて助けてください。聞いてくださってありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございました。日本では電磁波の健康影響はほとんど報道されていませんが、子どもたちの健康と学びを守るために、ギガスクール構想やデジタル教科書のリスクについて考えてみるべきではないでしょうか。